こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、レーサー小川仁の経歴と、最後のレースとなった1992年全日本不参戦選手権第4戦事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。小川選手って高橋徹選手の動画で出てきた選手ね。高橋選手が駆け出しの頃、よくつるんでたっていう。お互い1979年デビューの同期だったからな。高橋は才能を開花させるまさにその時の事故だったが、小川は今日にもつながる実績を数々残していった。これから説明していくぜ。頼むわね。小川は1956年生まれ、愛知県岡崎市の出身だ。由緒ある名家の一人息子だったため家族はレースに猛反対だった。よって当初は家族に内緒でレース活動をしていた。1979年、22歳の時にいよいよ鈴鹿の林レーシングにメカニックとして就職。本格的にレース活動を始める。その年、鈴鹿シルバーカップ FL500 でデビュー。4月の第3戦で3位入賞し、7月の第6戦では優勝を飾った。このシーズンは総合2位だった。デビューイヤーからすごいわね。ああ。この頃はマシンを買う資金がなかった。林レーシングでメンテ等で預かった顧客のマシンを借りて小川はレースに出場していた。お客さんのマシンなの？壊したらどうするの？大ピンチだろうな。もちろん弁償するお金はなかった。この下積み時代に身につけた、マシンを壊さず乗るテクニックは小川の特徴を語る上で外せない要素の一つだ。そして翌1980年も鈴鹿で FL550 を通年戦い総合2位。富士の FL550 にスポット参戦し優勝するなど、活躍した。この頃は鈴鹿のアパートで、高橋徹、中子治、福山秀夫らの若手レーサーとよく一緒に過ごしていた。小川は常ににこやかで礼儀正しく、とてもレーサーには見えなかったそうだ。レーサーってなんとなくアグレッシブで、高いプライドとか傲慢さを持ってそうだけどそんなイメージとは対極的な性格だったのね。1981年はステップアップし全日本 F3 選手権に出場した。排気量3倍以上のマシンを乗りこなし、最高4位、9戦中4戦は欠場したがシーズン総合は8位に食い込んだ。翌年、林レーシングが新開発した林320を引っ提げ F3 選手権に引き続き参戦した。しかし初戦の3月14日、鈴鹿サーキットのレースで大アクシデントに見舞われる。第1コーナーでコースアウト。小川のマシンはランオフエリアを滑走し防護フェンスに叩きつけられた。小川は左腕骨折の重傷を負ってしまった。マシンがとんでもなくボロボロね。左腕で済んだのはまだラッキーだったのかしら。今思うとそうだな。この10年後、同じ場所で小川のマシンはまたクラッシュしてしまうんだ。その時は腕一本では済まなかった。後ほど解説するぜ。わかったわ。復帰戦は半年後の第6戦だ。結果は4位。続く第7戦は鈴鹿サーキットのリベンジレースとなったが、なんと準優勝した。結果、1982年の F3 選手権は全9戦中4戦のポイントだけで総合6位の成績を残した。半年間走れなかった悔しさを存分に爆発させたって感じね。翌1983年シーズンを迎えるにあたって、小川は高橋徹と共にレイズレーシングの入社テストを受けた。合格したのは小川だけだった。落ちた高橋徹はマシンをよく壊すためレイズの資金繰りでは維持がきつかったのと、確かに高橋徹は天性の走りの才能があり、うちでなくとも必ず拾われ大成するだろうとの見込みがあってのことだ。そして1983年はレイズレーシングの社員ドライバーとして国内最高峰の全日本 F2 選手権にデビューする。しかし結果は、最高で8位に食い込むのがやっとだった。年間トータルは1983年が19位。1984年が18位だった。やっぱりトップ層の壁は厚かったのかしら。それもあるが、レイズ社のスタンスは何が何でも F2 でトップを取りたいというより、才能ある F3 ドライバーに早く F2 で走らせたい、経験させたいというものだった。小川のマシンは3年落ちで、他より50馬力も低かった。小川はこのマシンでポイントも獲得しており、むしろ予想以上に検討した方だ。この F2 選手権へのリベンジは少し後になるぜ。1985年からは耐久レースに戦いの場を移すことになった。いろいろ経験させてくれる会社なのね。ていうか耐久レースってまあ普通に、走る距離が長いレースだな。ペアドライバーがいたり、別クラスのマシンとの混走になったり、ピットインが多いからピットクルーの働きが重要になったり、いろいろ違いはある。マシンの制約もレースによって様々だ。1985年から小川が出場する全日本プロトタイプカー選手権はグループ C と呼ばれるカテゴリーのマシンで争われる。
これは排気量制限がなく、出場するマシンは1000馬力とも1500馬力出るとも言われていた。恐ろしくハイパワーね。浅井と組んで5000に出場。最高4位で、総合は18位だ。一方で全日本ツーリングカー選手権にも出場したが、市販車がベースであるためこちらはもう少しマイルドだ。トヨタのセリカで、やはり浅井と組んで1戦のみ出場した。順位は7位でまずまずだった。1986年はトムスに出向。全日本プロトタイプカー選手権は黒沢元春や鈴木敏夫といった有名選手がペアドライバーとなり、第4戦で準優勝、総合も8位と躍進した。そして1987年はトムスに完全移籍。全日本プロトタイプカー選手権、第4戦ではとうとう優勝を勝ち取った。F3 選手権にも出場し優勝2回、準優勝4回で総合2位だ。耐久レース3年目。耐久レースとスプリントレースの両方で華々しい活躍を見せた形だ。ていうか優勝2回、準優勝4回でも F3 の年間チャンピオン取れないの？ロスチーバーが優勝4回、準優勝2回でさらっていった。最終戦までもつれ込んだがな。僅差だったぜ。前10戦、大体小川選手かチーバー選手が優勝する2強の戦いだったのね。翌1988年頃が一番忙しかったかもしれない。2つの耐久選手権及び F3 選手権に、前年に引き続きフルエントリー。さらにルマン24時間レースへの初出場。おまけに全日本 F2 選手権に代わってできた全日本 F3000 選手権にも、1984年以来4年ぶりにスポット参戦した。ルマンは完走でクラス15位。F3 選手権は総合4位だった。そしておそらく最盛期となる1989年がやってくる。日本最高峰の全日本 F3000 選手権にステラインターナショナルからフルエントリー。宿敵ロスチーバーと最終戦まで争い、勝利。年間チャンピオンに輝いた。全8戦中、優勝が1回しかなく、準優勝で稼いだポイントでのチャンピオン獲得だった。そのため史上最強の2位と評されることもある。この F2 チャンピオン獲得を機に、小川へとうとう F1 チームからのオファーがやってきた。ロータスやミナルディとの交渉となった。しかしスポンサーを持ち込む必要があるなど、資金面での条件が厳しく契約には至らなかった。オファーって言っても無条件で迎えてくれるわけじゃないのね。F1 デビュー、惜しかったわね。翌1990年も F3000 で星野和義と総合優勝を争い総合2位。また、トヨタが新開発した 90CV で3チームがルマンに挑戦し、小川のチームがトヨタ最高位の6位で完走した。スプリントレースと耐久レース、両方で活躍したのね。他にも全日本ツーリングカー選手権での準優勝、全日本プロトタイプカー選手権での優勝などもあったが、耐久レースの相棒はほぼ関谷正則選手だった。耐久レースはペアドライバーの乗り方の癖も含めて1台のマシンをセッティングするから、相性の問題は大きい。関谷選手とは息がぴったりあったようだ。1991年も F2 選手権総合5位と自身の強さを見せる一方で、全日本プロトタイプカー選手権でトヨタ代表として戦った。そして運命の1992年となった。トヨタはスポーツカー世界選手権へのフル参戦を発表。小川は耐久レースに専念するためイギリスへ移住する。そして開幕戦のモンツァ500キロで優勝。スポーツカー世界選手権で日本人が優勝するのは初の快挙だった。初優勝おめでとう。2戦目のイギリスシルバーストン戦もトップを快走。このまま優勝かと思いきや、転送系でトラブル発生。無念のリタイアとなってしまう。惜しい日本人初優勝どころか、連勝しかけてたのね。そして参加車両の減少から3戦目のスペインハラマ500キロは中止となり、6月のルマンまで1ヶ月以上空いてしまった。そこで急遽、5月24日の F3000 選手権への出場が決まった。F3000 の鈴鹿サーキット戦ね。当初は出ない予定だったのね。F3000 のレース前日、雑誌のインタビューで、フルエントリーの選手より不利だが、もちろん勝ちたい、チャンスがあれば F3000 にはまた出たい。レースの2日後には帰ってルマンの準備に入らないと、子供が1歳。可愛くて仕方ない、と話していた。レースがスタートしたのは5月24日13時30分だ。スタート方式はスタンディングスタート。静止した状態からの用意ドンだ。このスタートでまずトラブルが発生した。スタート2番手のアーバイン選手がエンスト。コース上で止まった。後続車は避けて抜いていくが、一部のマシンは避けきれず、衝突。事故は連鎖し数台が巻き込まれた。そのパターン、セナが事故したサンマリノグランプリのスタートでもあったわね。すぐ後ろの選手は見えてるから避けれるけど、そのさらに後ろは前のマシンがブラインドになってて、止まったマシンがいきなり現れる感じになるのよね。静止状態からのスタートって公平だけど危なそうね。ああ。
この事故で怪我人はなく、レースは続行された。そして全35周のうち、27周目のことだ。ギルバート・スコットが4番手、小川が5番手。接戦だった。10年前に事故した例のホームストレート先の第1コーナー、小川はスコットをパスしようとマシンを右に振る。スコットが釣られて右に寄ったところを左から抜く作戦だ。しかしここで接触。2台はコースアウトし、小川のマシンは宙に浮いた。当然マシンが浮いてはブレーキは効かない。一直線に防護フェンスに向かい、小川のマシンは運悪く、フェンスを支える支柱に激突した。マシンは大破。近くにいたカメラマン数人も巻き込んだ。小川の治療に当たったのは、小川を駆け出しの頃から知る山口真嗣ドクターだったようだ。残念ながら治療で助かる状態ではなく、小川とビデオカメラマン1名が犠牲となってしまった。小川は36歳だった。なお相手のスコットは、マシンは大破したが打撲で済んだ。スコットのチームは昨年まで小川が所属していたステラだ。それステラの人も複雑ね。赤旗が出され、レースは途中で終了となった。1週前の結果が採用され、小川は5位入賞の記録が残った。このレースはフォルカー・バイドラーの優勝となった。昨年の1991年、日本チームとしてルマンを初優勝に導いた選手だ。トヨタも遅れてはいられなかった。小川が出場するはずだった1992年のルマンに3台で出場。3台のうち、小川が長年タッグを組んでいた関谷正則のマシンが準優勝した。表彰式で関谷は、小川の栄誉を高々と掲げた。いい話すぎる。そういや初戦のモンツァ500キロは優勝したのよね。ルマンが2位でしょ。総合成績、期待できそうね。1992年のスポーツカー世界選手権の総合2位となった。優勝はプジョーだ。全6戦、すべてポールポジション獲得。モンツァの準優勝以外はすべて優勝している。プジョー強いわね。結果的には初戦のモンツァが唯一の抵抗になったのね。以降もトヨタはルマンへの挑戦を続けた。2018年の初優勝を皮切りに驚異の5連覇を達成した。1992年、小川がルマンで乗るはずだったゼッケン7は、今もトヨタ車のマシンに刻まれているぜ。なお当時1歳だった息子の小川亮も立派なレーサーとなり、2015年には全日本 F3 選手権の N クラスで総合優勝するなど、活躍している。お子さんもレーサーになったのね。当時まだ1歳だったのに、レーサーとしての DNA がそう向かわせたのかしら。そうかもな。それに関谷たち当時のレーサー仲間がだいぶサーキットに連れ込んだりしていたようだ。以上、今回はレーサー小川仁の経歴と、最後のレースとなった1992年全日本 F3000 選手権第4戦事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも過去に起こった大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。